毎度さんです。拓江丸の船長与永です。今年もオホーツク海毛ガニカゴ漁の時期がやってきました。なんかちょっと沖には流氷あるらしいんで、ゆっくりね気をつけて向かっていきたいと思います。本日3月15日毛ガニカゴ漁解禁日ということで、船に積んだ毛ガニカゴとのしと呼ばれるロープを仕掛けに行きたいと思います。ちょっと仕事もこうやったかもしれないけど、だから他の単数出るとこまであるんだね。こういうのはないと思うけどね、仕事の方ね。会社のとこ。はい、ということで今の無線は宗谷漁協の船団長とのやり取りだったのですが、やはり目視で流氷を確認、気をつけて航行、そして操業しましょうとのことで周りを確認しながら準備をしていきます。実際ね映像にはないんですが、拓江丸も流氷の脇を通ってきたので目視で確認済み。チョキ切れよ、チョッキチョッキ忘れていた救命胴衣をつけたら準備完了。幸いにもカゴを入れる場所には流氷がなかったので漁を開始します。いいかいいよやれやれ。あ、いいんだ、投げてやる。こっちもあれだと潮切りいらねえからな。こっちも潮切り鳥だんぶいらねえからな。気づけば今回でオホーツク海毛ガニ漁もシーズン7。今日はこの大量に積まれたロープのしを4本分海へと投入します。早くしねば氷下がってきちゃう。いや風だ。ちょうどいいとこ塗ってきた。流氷が近くにあるため今日は時間との戦い、潮の流れや風の向きであっという間に流れてくるので、今日は漁をしながら流氷を気にして YouTube 撮影と視聴者の皆さんに楽しんでもらえる映像を撮影できるように奮闘しています。はい、1本 200m のロープを12本つないで、とても長い一のしとなるのでトラブルに注意して作業します。のしをまっすぐ入れるためにロープの連結部分でテンションをかけてのしを引っ張ります。いやカゴ気をつけろよ。ちょっとなんか怪しいわ。いや怪しいかもしんないこれ。ダメだ、ダメ、ストップ。わあ、ちょっと待ってよ、だいぶ怪しい。だいぶ怪しい。ダメよ。つまさってるもん、ダメや。それでいい、それでいい。あ、それ引っ張ってけ、よし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 。追いだどぎだ。そうだわ、追いだ時だ。なんか変だった。よりによって日本かけていい方な、反対に。ああ、いや本当だな。日本かけていい方よ。はい、ということで大トラブルを見事に回避して作業再開。この先流氷の影響で何本入れれるかは分かりませんが、1本目ののし入れは無事終了となりました。あ、これあんだわ。足入れんだよ。
氷倒れてきてるから先に紙掴んだ方がいいんじゃねえか。いや下がってくるじゃん、あの氷なんて。だべ先に紙走って紙掴んじゃうべ。紙まで走って掴んじゃうわ。うん、それ倒れてきてっから氷。うん、紙からつけてって下に丘に逃げてきた方がいいわ。風だもん。毛ガニ？もう紙には氷あったの。海側は出てるだわ。ああ、了解だから、他、カゴつけないで先に、大きなのに入れてから、最後にカゴつける。はい、ということで仲間の船も流氷の影響を受けているようで、ちょっとね映像では見えにくいですが、水平線がうっすらと白くなってきたのがわかるでしょうか。ここからは時間との戦い。流氷が来る前にカゴを全てつけてしまいたいところ。効率の悪いやり方ですが臨機応変に対応します。かなり近づいてきてるべ氷。あーやっぱ寄ってきたもんな。これ入ったのか。あれだね。入れて、カゴつけてってやっぱり出てたらな。おお、だいぶ切りやすそうだな。テンポこっち向けてっけれ。刻一刻と変化する天気の中、1本目のカゴ付けが終了で、のし数を数え間違えてボンデン綱の根元までねカゴをつけてしまったので、少しカゴを外してからのしを離します。あ、弾あるわ。お、あっさすんなよ。おぎにあるわ。絡まってるって。ああ、ちょっと3つぐらい取るべ。カゴ落ちちゃうわ。あ、でも1個いっか。あよし、いいな。毛ガニ？やばいやばい行くべ。氷下がるかもしんねえから。潮止まっちゃったのよ。潮止まっちゃったんだ。鹿田潮。風だけど潮とぶつかってるもん。氷をかいくぐり3本目の島で来ると風が変わって、丘から沖へと風が吹いてきました。この3本目ののしは氷にね邪魔されちゃって、のし2本とアンカー綱2本を切り離して10本しか入らなかったんですが、カゴをつけてる途中でつぼってしまいキックしている場所を発見。これはねタレを取ってのしのテンションを緩めてからキックした箇所をほどいていきます。いたー。
もうそこ叩けるんですよ。いや、いかねえかも。おう、下に置け。どうだ、これでいかねえか。あ、もう一回そこだな。指あぶね、指あぶね。うまくいったようなと思ったけどいかなかった。そうなんだな。やる。それではトラブルも解消したので残りのカゴをつけていきます。いけるわ、いけるいける。だいぶ沖出たもん。風で沖出たんだこれ。いけるとこまでつけていくぜ。はい、ということで風で流氷が動いたのでさっき入れれなかったのしとアンカー綱をつけばいで足していくことになりました。過去前に氷ないんだべ。のし2本だべ。のしのし。あと15な。いや、あといや。待て待て待て。お、やっとこへんせ。いいな、こへんこへん。やるぞ。これ下なってんだね。足入れたよ。おうおう、分かった。分かってないけど、お手伝いけど。向き変えれべ。お、体買ってるぞ。氷だもんな。ちょっとは入れれなさそうだな。ダメだ。よくそれでもこの余った分入ったんだよね。だから。毛ガニ第一入る？はい。俺今さっき切った分足せたから次動いてたら入れる気したけどちょっと無理だね。昨夜第一も入らね。今ね、俺あれだわ、アンカー張ったらちょっと線の上行ってみて塩梅見てみるわ。了解。いいだー。今日積んできた星4本分のうち3本は無事に入ったんですが、最後の1本を入れる予定だった場所を見に行ってみるともうね、一面流氷だらけ。全部だもんな。手前はね薄い氷なんだけど、これだけ密集している流氷に船で突入するのは危険なので残り1本を入れるのは無理だと判断しました。第一ちょっと隙間もないねこれ。ああ、今双眼鏡で見たら、すぐそこだもんね。うん、かなり近くまで来て、まあシャバシャバった氷だけど隙間ないからちょっと中に入っていくのはこれ無理だわ。この木は下がってってダメだったら港向けよ。了解。いや第一丘までずっとだわこれ。なら行こうや。向けるわ。了解。他行くよ。終了だ。帰ります。帰って段取りします。
それでは一夜明けて2日目、今日は天気もよく明るくなるのも早かったので30分前倒しの出港となりました。今日は2本ののしを入れる予定ですが、流氷の影響なくね操業することはできるのでしょうか。素晴らしい景色の中、操業場所へと向かっていきます。ちょうどいるんじゃないこれ。もう氷の帯でしょ。なんかレーダー見るんだらちょうどあれだな、俺の線の上ぐらい際だなこれ。俺の線の上も今まだわかんないけど、なんか無理くせえなこれ。なんかわかんない、もうちょっと近く行ってみるわ。了解了解。いちご焦げねえなこれな。操業場所に近づくにつれ迫り来る流氷。今日はのしを1本入れてから昨日入れたのしを漕ごうと思っていたのですが、果たして1.7。1.7だろお前ね。残念ながらのし1本が入るスペースがなく断念。昨日入れた1号ののしを先に漕いで毛ガニを取る作戦へと変更します。竹のそこら辺はどうなの氷。ちょうどね、緑の線、俺の線の上だけ氷あんだわ。大中のところ大丈夫なの。ああ了解。したらここら辺から入れれば大丈夫だね。うん、だと思う。今1号掴んで漕いでって、もし氷ずれてたら打っていくし、ダメだったらあれだわ、漕いでいくわ。了解。玉見えるか。玉見えない。これだ、もうかなりゴンゴン流れてるわ。いやー、いけねえかな、こいで。そうか、こいだ方がいいんじゃねえのか。離してか。相当な勢いで流れてるぞ、これ、下けと。こでもなかったろ。れ逆にもう髪下がったんでね。ほら。ちょっとカッコ巻いてってよ。のしの前見てよ。ここ窓もだったら離して入れに行くべ。だいぶ動いてるわ。ぐーっと巻いてよ。のしの麦見てくれ。ああ、根っこまで行ってくれ。この氷ガンガン来るから離すの早く。いけねえかな。そしたら離すべ。あ、離して入れに行くべ。だいぶ下がったもん。これも来る。公平できるか。大きめにしてダメな。結構膨らんでると思うわ。入れてくから大丈夫だね。ああ、相当ガンガン流れてるもん。いいだ。
いいだ毛ガニお金振りながら行ってみるべ。手こ入れてよ、開いてくべ。なんでお金入ってきたの？そうなのよ、入れた時幅見てたんだけどな、動かねえもん氷全然。これいい撮影になるわ。本当だな。ギリギリまで行ってよ、ダメなら紙掴んでつけれるとこつけて走るべ。こっちだろ商売になるけどな、本当に。こういう年に限って一番大きいだもんな俺ら。そうだもん、まったく嫌になっちゃうわ。ここまでか。無理だね。これは無理だわ。あ、無理だな。うん、いちご行くべ。毛ガニさあ初日2日目と流氷に翻弄され続けた今年の毛ガニカゴ漁。ここまで約22分毛ガニも映らないのに視聴してくれた皆さん本当にありがとうございます。ついに毛ガニが映ります。果たしてどれだけの毛ガニが入っているのでしょうか。来るぞ。ただしょうだから早いな。早えって。うわー、一発目っすかよ。仲間知らんな。やべ。やばいぞ。やばいのかここ。いやもう。おーし、まずまずまず。うわ、でっけえ今年の。わあ、いいカニだな今年の。おお、穴が浮いてる。物いいからすぐ拝んでね。だからほら、めちゃくちゃいいカニ。やばっ、足こうだもん。すごいすごい、めちゃめちゃいいカニだわ。すごいでかいぞ今年のカニマジで。今までこんなカニ見たことねえぞ。刺しいらねえわ刺し不要だ。おお、すげえ。おお、がっちりだ。いるほら資源が。毛ガニ無事開幕した毛ガニカゴ漁でしたが、2日目も流氷の影響で昨日仕掛けたのし3本のうち今日は2本しかできず、それでも積んできたのし2本は入れることができました。すごい潮かいてるわ。ああ、朝カゴをつけることができず離したところも流氷がね離れたおかげで朝できなかったところにカゴを現在つけています。今朝入れたばかりのカゴにはもう毛ガニが入っていたので、次回に期待して今日は寄港したいと思います。とりあえずカゴさえついてしまえばよかった。あと帰るだけだ。いち
日はちょっときついわ。あ、でも楽しみだった、今日入れた場所も。カゴを入れてからこの日で1週間。今シーズンは好天が多く風も吹かない凪が続いて漁には出られるんだけど、沖にある流氷の動きも悪く操業もできたりできなかったり。この日は久しぶりのしけ跡で流氷にね邪魔されてしばらくのしを焦げていないところを撮影してきました。で流氷も遠ざかったみたいなので潮切りと呼んでる鳥暖分もつけて通常の操業スタイルに戻していきます。この潮切りをつけると流氷の間に挟まってしまってカゴとのしごと流氷に引っ張られてしまい噴出の恐れがあるため流氷が近くにいるときは外すようにしています。ちょっとあれだ、氷玉だ。過去には40キロ離れた漁協さんから連絡が入って流されたのし一式がかかったよなんて例もあるので、いろんな流氷対策を講じて操業しています。おーしだー、多いぞー。ああ、湧いたな。出てくんだな、時期になれば。すげえすげえ。はい、ということでオホーツク海焼けの毛ガニが超大量。今年はなんだかサイズも大きくてカニを入れるねマカゴがすぐいっぱいになる。今シーズンの漁獲許容量、通称タックですね、過去最低水準となってしまったのであっという間に漁が終わってしまいました。お、いいの入ったな。餌入った、餌万能数だ。刺身にして食うかな。おお、抱えてる、これ抱えてる、抱えてる。おお、すごいね。あ、すいません、申し訳ないですけど、すいません。撮影日和だ。全然見えねえ。ないパターンあるか。まだ狩られたのか。僕神あったな。ああ、ダメだ、切れねばダメだ。のし引っ張られたら大変だの。
中に気がするかも。おー、いやだからよ。わあ、これはいいわ。これはいいわ。それはいい感じだ。お、素晴らしい感じだ。おー、すげえすげえ。うわ、素晴らしいカニ。これがね、今回の漁師飯の食材。帰ってからね、特別スケールかけます。9つか。あ、9つだな。さあということで今シーズンは本当にね流氷と共に過ごした毛ガニ漁となり、これも隣の宗谷漁協所属の船なんだけど、必ずどこかで流氷に阻まれる、そんなシーズンでした。緊急で撮影を始めたこの日なんて漁の最終日。長い漁師人生でもこんなシーズンは初めての経験でした。潮でキュッキュ流れていく。これはやばいな。えぐいなこの氷は。こっち開いたべ。だんだん丘入ったべ。あとこの2つだ。この2つなんとかやるべ。これ最後だな。そのでっかいの今潮で流れてったらな、ちょっとあっさんしてな、で開いてやるね。これ下に入ったら大惨事だけどな。だけどこれどっちもいっちゃってるべ。ああ大丈夫だ、出た。おーし開けた。毛ガニいやー、あればいいけど道具がよ。ああ出すか。はい、これも緊急で動画撮影を始めたんですが、流氷に上下両方のボンデン綱を刈られてしまい、ここに入れたのしとカゴが行方不明になってしまいました。まあね、こういう時のために氷蔵には縛りと呼ばれる道具が入っていて、ボンデン綱の切れたのしをこの縛りで引っ掛けて船上へと救出します。だったらいいの。おう。いやまだだわ。かかってない。こないだべ。こないだべ。
ますぞー。表かけちゃうべ。手こ入れといてくれ。こっちちょっと曲げる。ちょっと巻く。もうちょい巻いて。はい、よいよ。おう、分かってる。あとこうやって置いとくべ。はい、のしにうまく縛りがかかってくれて無事救出完了。保険をかけてカゴのついてるところを引っ掛けたので、ボンデン綱があったところより1本かな2本かその先をかけたので、次来た時に直すことにしてボンデン綱を仮止めしておきます。こののし刈られてたら大損失だったな。2本くらいできなくたって仕方ないべって。2本、2本。うまくいった。本当だ、いいだった。目に合うとこだった。怪我人？流氷やトラブルを乗り越え、本日も無事入港。取ってきた毛ガニを荷揚げします。今シーズンはタックも少ないため、1日の漁獲量を30カゴまでと毛ガニ部会で自主規制。それでも操業日数は13日となぎが続いたこともあり、史上最短での切り上げとなりました。取ってきた毛ガニは荷さばき所で全て計量。入札や競りはなく、買い取っていった業者さんと後日値段を決定します。はい、それじゃあね、今日沖で取ってきたカニを計測してみたいと思います。これ計量しないとね、カニ買って帰れないんで、まずこのカニの重さを測ってみたいと思います。はい、0点。フータイムを抜いてます。測ります。
1.2 キロ、素晴らしい。はい、それじゃあね、このカニを買って帰りたいと思います。毛ガニ卓栄丸を含む猿払毛ガニ部会で取った新鮮なカツ毛ガニは猿払村道の駅にある猿払丸ごと館で創業期間中の限定販売ではありますが、猿払さんのカツホタテと一緒に販売しておりますので、気になる方はぜひお立ち寄りください。今日はこの毛ガニを社長のご厚意でいただけることになりました。本当にありがとうございます。カニだな。毛ガニはい、ということでこれが今日自分で取ってきて組合から買ってきた大虫、そして丸ごと館の水槽から買ってきた大虫だけでもねこんなに大きさが違います。はい、それではね早速今日はこの毛ガニたちを使って漁師特製毛ガニの洗い作っていきたいと思います。冷凍庫で冷やすとすぐね閉まります。ちょっとね一旦冷凍庫で閉めます。はい、ということでマイナス60度の冷凍庫の中で1分間仮死状態にしました。はい、それでは足を切っていきます。足がだらーんとなったら閉まった証拠。反射があるから絶対足はね動くんだよね。はい、こんな感じで足がカットできました。はい、そしてこの残った甲羅の部分、ここにはねたっぷりお味噌が入っているので、お刺身をこの甲羅にある味噌でしゃぶしゃぶにして食べたいと思います。まずはふんどし外して頭を開けます。はい、オープン。はい、こんな感じでお味噌たっぷり。こういう余計な部分はきれいに掃除して、ここにあるお味噌ももったいないのでね移していきます。うわ、すごい。大きいカニってあんま味噌入ってないんだけど、これめちゃくちゃ入ってるわ。はい、そして外れたこの抱き身、ここはこのエラだけ取って丸ごと館から買ってきた大虫と一緒に茹でていきたいと思います。はい、そしたらこの足はねお刺身用にねここの部分をチョキチョキチョキっとカットしていきます。チョキチョキチョキと、はい、カットします。はい、こんな感じでね全部カットしていきます。はい、それではこの立派な毛ガニの足、これをね皮を剥がしたら内側にね赤い油がついてるんで、それもね綺麗に除去していきたいと思います。まずはこの切ったとこパキッと割ってベリ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 っと剥がしていきます。はい、こんな感じで中は空っぽ。素晴らしい毛ガニの刺身が取れました。でもこのままじゃ完成じゃなくて、まずはこの赤い油、これをね綺麗に取っていきます。はい、こんな感じでペリペリペリっとね簡単にね剥がれます。こんな感じで綺麗なお刺身が取れました。残りの足は編集の力使います。編集の力でシャッ。はい、こんな感じで綺麗なねお刺身が抜けました。そしてこれを氷水につけて花を咲かせていきます。はい、器を用意して氷をたっぷり入れていきます。はい、OK。はい、この氷水の中にほんの少しだけお酒入れていきます。いつもの漁師の力水、気持ちこんな感じで。はい、そしたらねこの氷水の中にこの花が咲く前の毛ガニの足を入れていきます。シャーッと入れていきます。はい、こんな感じでね 5,6 分冷やせば綺麗な花が咲くと思うので、まずはね冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。ラップをして少し冷蔵庫で冷やします。はい、その間に丸ごと館で買ってきた毛ガニとさっき剥いた大虫のね関節とか抱き身、こっちをねまず茹でていきたいと思います。はい、お湯が沸いてきたら塩入れます。結構多め、こんな感じかな。甲羅を下にして入れる。さっきの抱き身、これを割って入れます。それはい、落とし蓋をしてこれでね25分ぐらい湯がいていきます。はい、それではね25分経ったのでオープン。いい感じではないでしょうか。茹で上がりました。
ボウルにねあげて水を切りながら少し冷ましていきます。こういうのはねもう全部ね毛ガニの血液なんです。こういう白いドロドロっていうの、足を切って茹でるとどうしても血液が出がちなんで、こういう風にね白くなっちゃいます。はい、それではお皿に毛ガニを乗せたら、1品目、オホーツク海流氷の下から取った浜茹で毛ガニ完成。はい、抱き身と第一関節だけになったカニ。はい、ここからも結構たくさん身が取れるので、まずはこれを剥いていきたいと思います。剥くのは編集の力でシャッ。はい、ということでこれだけの身が取れました。すごいよね、これなんか1匹分ぐらいに感じちゃう。この剥いた身は知り合いのねお寿司屋さんからいただいたペスカトーレに混ぜてパスタにしていきたいと思います。うまそう。はい、それではねペスカトーレフライパンに開けていきます。いやー、よし、オッケー。毛ガニ入れていきます。もうね全部入れちゃう。それ、はい、反対側も全部入れちゃう。はい、これでねソースを温めていきます。超贅沢だなこれ。すっごいいい香り。ペスカトーレの方へ麺を移動させて、茹で汁もね少し混ぜながらソースとパスタを絡めていきます。うわ、やばい景色が。はい、そしてパスタをお皿に盛り付けて、もうエビとかホタテも入ってる、エビもイカも入ってる素晴らしいペスカトーレ。パルメザンチーズかけていきます。はい、お寿司屋さんと漁師コラボの毛ガニペスカトーレ完成。はい、そして冷蔵庫でキンキンに冷えた毛ガニのお刺身がこちら。ちょっと見てみようか。こんな感じでパンパンに裂きました。流氷の下から取った 1.2 キロの大物毛ガニの刺身完成。はい、それでは残ったこの甲羅の味噌、これは火にかけて毛ガニの残ったお刺身でねカニ味噌しゃぶしゃぶしていきたいと思います。まず酒、ちょっとこんな感じで、はい、そこに白だしも加えていきます。これはちょっと入れようか。こんな感じでこれを炉端焼きくんで加熱する。点火。実食。はい、毛ガニのお刺身ペスカトーレ、そして浜茹で毛ガニ。はい、それじゃあ今日もお疲れ様でした。漁師の宴始まります。はい、それでは流氷の中今日もお疲れ様でした。働く皆さんも学生の皆さんもお疲れ様です。乾杯。マジでうまい。今日はとんでもない流氷だったからね、あんなんなかなかないよ普通。はい、それじゃあまずあったかいうちにペスカトーレからいただいてみたいと思います。めっちゃ腹減ってるから申し訳ないけど箸でいかしていただきます。それもう絶対美味しいじゃない。毛ガニもたくさん絡んじゃって、もうエビにイカにタコにいただきます。激うますぎる。なんだこれ。カニだけじゃない、エビからタコからいろんなエキス出まくり。カニ入れたから美味しくなったとかっていうレベルじゃないです。これはうまっ。お寿司屋さんってこんなまかない食べれるんだね。箸が止まらんわ。次は刺身いっちゃおうかな。はい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 。お皿を置いて醤油をさーっと、そして一味唐辛子、これを醤油にパッパッと入れて、よーく水分を落としてから醤油にちょんちょんとつけていただきます。せーの。取れたてすぎて味がしねえ。これほんとリアルリアル。これはねいくらでもいけちゃうわ。もう一個ギュッと水分絞って、こんなに咲くからね花が。醤油にちょんちょんとつけて、はい。またエビとも違う。なんて表現していいか分かんないんだよね。このカニの刺身ってどんな味なのって聞かれるんだけど、表現のねしようがないんだよな。カニなんだよな。
毛ガニの刺身って結構レアで、あんまりお店とかにもないからね。こんなこんなで甲羅味噌がぐつぐついってまいりました。これね、沸くのももうちょっとかかりそうなんで、先にねこっちの浜茹で毛ガニ食べてみたいと思います。はい、足を1本切っとな。チョキ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 ハサミでなんか食べないです、漁師は。もうかじる。殻から出るおつゆと一緒に食べるのがめちゃくちゃ美味しい。これがね本当の食べ方。なんでこの流氷の下から取れたカニってうまいんだろう。さて、カニ味噌でも見てみましょうか。カニ味噌、それオープン。いやー、素晴らしい素晴らしいお味噌が入っております。これがオホーツククオリティ。もう味噌だけでいきます。無条件です。無条件に美味しいです。これ本当に取ってきてすぐ、まあ高いけど今日も高かったこのカニ。ちょっとお値段はね、社長のご厚意もあって組合で買った毛ガニはもうはっきり言って6000円超えてます。1杯6000円超えてます。やばいです。毛ガニってね、食べづらいから手汚れるしちょっと敬遠されがちだけど、本当に美味しいんでね、食べてみてほしいな。まあ動画じゃなかったらね、こんな手間の込んだ料理やらないんだけど、ちょっと今回はね YouTube の撮影っていうことで絶対美味しいでしょこれ。やっば、なんだこれ。ちょっと待てよ。はい、それではまずしっかりと水気を切る。これが大事。はい、そしてこのグツグツになってきたお味噌の中に足を投入していく。うわ、味噌を絡めていく。もう一個いっちゃう。うわ、絶対うまいだろうこれ。はい、そろそろカニ味噌はいいんじゃないでしょうか。うわ、見てこれ、やばい。毛ガニの刺身の甲羅味噌しゃぶしゃぶいただきます。うますぎるけどちょっと酒入れすぎたな。ちょっと酒入れすぎたわ。でもうまっ。うますぎる。もうちょっと火通してもいい。うわー、こりゃいいわ。これはうまいわ。幸せだわ。はい、ということでね、あとはゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。今回このカニはね、下の住人にもおすわけということで少し残しました。はい、今年は氷に翻弄されてちょっと大変なシーズンになっていますが、これからも頑張って毛ガニを取りますので、皆さんよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。